どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年51号ワンピース最新話1032話おでんの哀悼を考察していきます。この1032話はいよいよ時が満ちたようです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1032話のスタートはマルコとイゾウ。不死鳥になったマルコがイゾウを運んでいます。どうやらイゾウは勘十郎が生み出した火の妖怪火全坊が気になり見に行くようです。これが1032話の話数の語呂合わせ一つ目、火を見に。マルコは火を見に包んで、イゾウは火を見に行くようです。さらにこの行動は、1032話の話数の語呂合わせ、二つ目、巡察。巡察でしょう。巡察とは、見回って、事情を視察することです。そしてライブフロアの出口を、侍たちが塞いでいるとも言いますから、これは1032話の話数の語呂合わせ、三つ目、盗撮。盗撮でしょう。場面は変わって城内の地下。前回に引き続き、ヤマトを追いかける、フーガとアプー。そのアプーを追いかけるドレイク。これが1032話の話数の語呂合わせ4つ目。トゥレイサボー。トゥレイサボーでしょう。トゥレイサボーとは追跡可能という意味です。そしてヤマトとフーガは知り合い、いや友達だったようです。この可能性は先々週ツイッターで考察しましたが、フーガとは音楽では追走曲という意味であり、それは追いかける。そしてフーガの足は馬、ケンタウルスのようになっています。さらに昭和のヒット曲には恋するフーガという曲がありますから、フーガはヤマトに恋をしている可能性もあるでしょう。1025話でヤマトはカイドウに友達ぐらいいると言っていましたが、いました。ヤマトの友達はエースとフーガです。そんなフーガのモサモサ部屋にブルックとロビンが落下。それを追いかける CP0 の男が2人。そしてここで場内アナウンスが流れます。勘十郎が生み出した火の妖怪火全坊は地下へ向かっている模様。そんな火全坊が CP0 の2人に着火しました。これも話数の語呂合わせ一つ目の火を見にでしょう。そんな火全坊の目的は不明だとアナウンスされますが、我々読者は知っています。火全坊の目的は心中、つまり自殺。これが1032話の話数の語呂合わせ5つ目、自殺。自殺でしょう。1032話の話数の語呂合わせ自殺は数ヶ月前から予想し、それはカイドウなのかヤマトなのかオロチなのかと考えてきましたが、正解は死んだように見えてまだ生きていた勘十郎が生み出した黒ずみの怨念、妖怪火全坊の目的を表す語呂合わせでした。火全坊は自殺、つまり心中するために鬼ヶ島の地下にある武器庫の爆弾に向かっているようです。この脅威に気づいたヤマトはフーガに手伝ってほしいことがあると言います。フーガに手伝ってほしいこととは何でしょうか。これはおそらくフーガの体と1032話の扉絵がヒントでしょう。1032話の扉絵ではヤマトが黒猫2匹と大量の荷物を届けています。つまり黒猫ヤマトの宅急便です。この扉絵の語呂合わせはドサッと。ドサッとでしょうか。ドサッと大量の荷物をおばあちゃんに届けています。ヤマトは登場してからルフィや桃之助をいつも運んでいました。つまりフーガに手伝ってほしいこととは武器庫にある大量の爆弾を運んでもらいたいのでしょう。フーガの下半身は馬のようなケンタウロスですから運びやすそうです。鬼ヶ島編と表裏一体となるスリラーバーグ編ではケンタウロスと犬が一緒に麦わらの一味を運んでいました。鬼ヶ島では犬がヤマト、ケンタウロスがフーガのイメージでしょう。一方火全坊に着火してしまった CP0 ですが、ほぼダメージはないようです。引き続きロビンを追いかけようとしますが、ここでアプーが CP0 をカメラで盗撮しています。アプーは情報屋ですから CP0 とカイドウが繋がっていたというスクープ写真をモルガンズに売ってやろうと盗撮しています。これが1032話の話数の語呂合わせ6つ目、盗撮。盗撮でしょう。こちらの語呂合わせは2週間前のコメント欄で数多くの方が的中させていました。さすがです。このように僕以外の誰でもワンピースでは話数の語呂合わせの遊びから次号の描写をある程度予想可能です。盗撮をするアプーに切れた CP0 の男はアプーに志願を食らわせます。これが1032話の話数の語呂合わせ7つ目、銃殺。銃殺でしょう。こちらは語呂合わせのみ2週間前に予想できましたが、そこではルフィの拳銃技かと考えましたが CP0 の志願でした。志願にやられて倒れるアプー。そこへアプーを追ってきたドレイクが CP0 と遭遇。 CP0 はドレイクの正体が海軍本部機密特殊部隊ソードの隊長であることを知っており、 CP0 にとってドレイクすらも不都合な存在のようで志願で銃殺しようとしますが、
ここでアプーの音攻撃、ドーンが炸裂。アプーは生きており、ドレークを助けました。このシーンは509話のシャボンディ諸島でキザルからドレークたちを助けたアプーと重なります。ここでアプーとドレークがイチャイチャした後、結局手を組んで CP0 と戦うようです。これは1030話の考察で考えた通りでした。場面は変わって鬼ヶ島の外、相変わらず竜である桃之助が一人で頑張っていますが、ホムラグモは全然溜まっていない様子。そしてドーム外ゾロ VS キング、ここでプテラノドンであるキングは自分のトサカを手に持って後ろに引っ張りますが、その顔は控えめに言って気色悪いです。キングがトサカを引っ張るとプテラノドンのくちばしが引っ込んでいますから、おそらく弓矢と同じ原理でしょうか。そのトサカを離すとキングの鋭いくちばしに反動がついて頭が分離してゾロをめがけて飛んでいきます。この技の名前はテンプラウドン。テンプラウドン、プテラノドンのテンプラウドンです。これが1032話の話数の語呂合わせ8つ目、盗撮。盗撮でしょうか。盗撮という言葉は存在しませんが、小田先生が1032話の話数の語呂合わせからこの頭を突撃させる不気味な技を思いついた可能性です。この技はまるでレーザーのようであり防御不能だといい、キングは太古の昔プテラノドンはこうやって狩りをしていたんだと大嘘をぶちかましてゾロを納得させます。キングは1027話でも探求丼という技を放っていましたが、この探求丼とはつまりタヌキうどんのダジャレだったようです。読者と同じように困惑するゾロはキングのプテラノドンの能力や発火の能力について質問を繰り返して意味がわからないキングの存在、ルナーリア族の能力について考え、ルナーリア族の秘密を暴かないと勝てない気がすると言います。これが1032話の話数の語呂合わせ9つ目、洞察。洞察でしょう。洞察とは物事を観察してその本質を見抜くことです。それでは発火する種族ルナーリア族の秘密とは何でしょうか。逆に言えばそれを見抜くとゾロは勝てると言いますが、このヒントはサンジではないでしょうか。発火するサンジは発火するキングと瓜二つだと言われていましたが、サンジは前回1031話でジェルマの科学によって鉄の体が発現していました。となると発火するキングの体もとてつもなく硬いのでしょう。この1032話でゾロは結局竜も恐竜も頑丈さが売りなのかと聞いていますが、これにキングはそうだが俺はそれ以上だと答えています。鉄のように硬い恐竜よりもそれ以上に硬い体、つまりルナーリア族の秘密とはダイヤモンド。ダイヤモンドのように硬い炭素人間かもしれません。この世で最も硬い物質ダイヤモンドとは強力な力で圧縮され超高温にさらされた炭素分子です。つまりキングの真っ黒なスーツは全身を強力に圧縮している。そしてその体は自ら発火させて全身を超高温状態にし、ダイヤモンドのような硬さを実現している可能性。となるとキングの圧縮スーツと背中の炎を切ればキングのダイヤの体を弱体化できそうです。何度も言ってるように鬼ヶ島編はスリラーバーグ編と表裏一体ですから、ゾロ VS キング戦はゾロ VS リュウマ戦と表裏一体でしょう。ゾロ VS リュウマ戦も城の外で戦っていました。つまりスリラーバーグでゾロはリュウマを発火する剣一刀流飛竜火炎で倒していましたから、スリラーバーグでは逆に発火する飛竜キングの炎を切れば勝てると。背中の炎と圧縮スーツを同時に狐火流で切ればキングは超高温状態を保てずに世界一硬いダイヤの体が弱まる。なぜなら背中の傷は剣士の恥だからです。キングがタヌキうどんならゾロは狐うどん。そしてキングを倒すゾロの技の名前は例えば狐火流稲荷車というのはどうでしょうか。ゾロはカイドウにアシュラバッケー亡者の戯れという技を放っていますが、この技は落語の演目地獄バッケー亡者の戯れから付けられた名前でしょうから、キングを倒す技も落語の演目で狐に関する落語稲荷車の可能性はあるでしょう。どうでしょうか。そしてここでゾロは謎の三味線の音を聞きます。この三味線の音におでんの愛刀エンマが反応。エンマはゾロの覇気をいきなり勝手に吸い取って放出しました。これが1032話の話数の語呂合わせ10個目、トミニ。トミニでしょう。トミニとは急にいきなりという意味です。場面は変わってドーム内の宝物殿のオロチ。オロチも謎の三味線の音を聞いてその音を追いかけます。これも1032話の話数の語呂合わせ4つ目のトレイサボーでしょう。トレイサボーとは追跡可能という意味です。オロチが襖を開けるとそこにいるのはなんと三味線を弾く小紫。つまり1004話で登場した謎のシルエット光月日和です。ついに出ました。そしてこの1032話のタイトルはおでんの愛刀
そう、以前も考えましたが、おでんが残した2本の刀は閻魔と雨の幅切りだけじゃない。桃之助と日和こそがおでんの2本の愛刀だと考えます。つまり日和が登場したこの1032話のタイトルは、おでんの愛刀閻魔ではなく、おでんの愛刀日和です。死んだと思っていた小紫こと日和が目の前に現れて脳殺されるオロチ。小紫もニコッとオロチに笑い語りかけます。これが1032話の話数の語呂合わせ11個目、千密。千密でしょう。千密とは1000のうち3回しか本当のことを言わない、つまり嘘つきという意味であり、さらに小紫は三味線を弾いていますから、これは日本のことわざ三味線を弾くでしょう。三味線を弾くとは相手の言うことに調子を合わせる、とぼける、嘘をつくという意味です。この三味線のシーンを描くためにワノ国編は進行してきたかもしれません。三味線を弾く小紫の後ろには松が描かれており、松とは松。20年間耐え忍び地獄を味わった光月家待ちわびた仇討ちの時。これが1032話の話数の語呂合わせ12個目、0を前につけて、お父さんに、そしておでんさんに、お父さんにおでんさんに捧げる仇討ちの時。だからこそ日和の三味線の音を聞いたおでんの愛刀閻魔は奮い立つ。しかしここで考えたいのは、小紫こと日和はどのようにオロチを倒すのでしょうか。一見すると三味線しか持っていません。オロチの能力、ヤマタノオロチは2度首を切られても生きていた、とんでもなく生命力がある悪魔の実です。こちらの動画では光月日和にはクジャクのイメージがあり、さらに光のイメージもあるなどと考えましたが、そんな能力ではオロチは倒せないでしょう。まずオロチは首を2度切られても生きていましたが、これはおそらく985話で黒住勘十郎が描いた首のない2人の武者が伏線だったのでしょう。つまり黒住オロチを倒す伏線もすでに登場していると考えます。それはおそらく金右衛門の胴切り。オロチの胴を切ればオロチは復活できない。そんなオロチの胴を切るのはおでんさんです。それは伝は伝でも伝次郎、おでんさんです。日和がオロチを誘い出し、裏に隠れていた伝次郎がおでん二刀流でオロチの胴体を切るのが一番美しいのではないでしょうか。伝次郎はおでんと過ごした閻魔堂で自分を殺して京四郎として20年間オロチに仕えてきました。しかし一方で、以前も考えましたが、伝次郎と同じく閻魔堂でゾロは殿安の仇は必ず討つとも言っています。となると、日和と伝次郎によるオロチへの仇討ちは一度失敗してゾロが加勢するのでしょうか。しかしキング戦の途中ですが、このあたりは難しいです。ちなみに閻魔は三味線の音で力を勝手に解放しましたが、これはおそらくおでんの魂が宿っているのでしょうか。川松は953話で、戦場では目の前で死んだ仲間の刀を手に取り前進する。刀に宿る魂が侍を強くし敵を打ち破ると言っていました。つまりおでんの愛刀閻魔にはおでんの魂が宿っていると考えていいでしょう。となると、ゾロが見せた覇王色の覇気は閻魔に宿っていたおでんの覇王色の覇気なのでしょうか。しかしそれはおそらく違うでしょう。955は閻魔で、天狗山非鉄は妖刀である閻魔は持ち主の竜王を勝手に放出し必要以上に切ると言っていましたから、ゾロの覇王色の覇気はゾロがまだ気づいていないだけで本物。つまりゾロは覇王色の覇気を持っていると考えます。本編の考察は以上です。続いてはいつものように次号1033話の展開を話数の語呂合わせから予想していきましょう。1033話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は0を前につけておでんのミサ。おでんのミサというのはどうでしょうか。ミサとはカトリック教会で行われる感謝の祭儀であり、それはキリストが最後の晩餐を弟子と過ごした時パンを取り、これはあなた方のために渡される私の体であると言い、キリストの体であるパンを食べることですから、おでんのミサが成立するなら、例えばおでんの弟子伝次郎がおでんが残したもう一本の愛刀雨の幅切りを手にしてオロチに切りかかるかもしれません。1033話の話数の語呂合わせ予想、二つ目は0を前につけておでんのミサオ。おでんのミサオというのはどうでしょうか。ミサオとは気高い美しさを表す言葉ですから、光月日和の気高さが再び描かれるかもしれません。またミサオとは通常妻に対して使う言葉ですから、死んだ光月おでんの妻光月時の生前の気高い話も描かれるかもしれません。1033話の話数の語呂合わせ予想、三つ目は手みそ。手みそというのはどうでしょうか。手みそとは自分が原因で失敗してしまうことですから、もしかするとオロチへの仇討ちが失敗する可能性もあります。1033話の話数の語呂合わせ予想、4つ目は火は散々。
火は散々というのはどうでしょうか。火は散々、つまり火前棒がチリチリになる。現在は一つの巨大な塊である火前棒ですが、パンクハザードの死の国スマイリーとは逆にチリチリに分裂するかもしれません。スマイリーは最初チリチリな状態から一つに集合しました。これの逆のパターンの可能性です。1033話の話数の語呂合わせ予想5つ目は、火は散々、火は散々というのはどうでしょうか。散々とは太陽の光が輝くことですから、こちらの動画で考えたように頂上戦争の三大将、犬、猿、キジの桃太郎のつながりから残っているのは光の能力とキジですから、キジ科のクジャクのイメージがある光月ひょりがさんさんと光を放ってオロチの目をつぶして暗闇に引きずり込むかもしれません。そして1033話の話数の語呂合わせではなく、話数の語呂合わせイメージは1000と33を分離して入れ替えると33と1000ですから、それはザミ線。ザミ線になるでしょう。ザミ線とは三味線の別の言い方ですから、1033話も引き続き小紫こと日和が三味線を弾く、つまりオロチを騙すかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。